家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は8月おすすめの野菜ランキングをご紹介していきたいと思います。このランキングも1年経ちましたので、今月から少し趣旨を変えていきたいと思います。最近日本にも食糧難がやがてやってくるだろうという話があるんですけども、ご家庭で貯蔵できる野菜について興味がある方が増えてきてると思います。そこで今回からはこの貯蔵性というものについてランキングに加えていきたいと思います。それでは評価軸を紹介していきます。1つ目は収量です。2つ目は病害虫への強さです。3つ目は野菜の保存性です。これは収穫後の保存性を軸に加えて評価します。この3つの軸を星5つの評価で判断しランキングとします。では行ってみましょう。8月というのは家庭菜園にとっても切り替えの時期となってきます。頑張って育てた野菜が終わりの季節になってきます。夏野菜から冬野菜の切り替えを計画的にやってみてください。それではランキングです。第5位です。秋冬野菜の王道の白菜です。種まき時期についてはだいたい8月の下旬から9月の初旬に種をまいていただければ十分育つと思います。栽培期間中非常に虫がよくつきますので、特に被害が多いのはヨトウムシ、青虫、アブラムシ等が発生します。年間の野菜栽培の中でも最も害虫被害に遭いやすい野菜の一つだと思います。この白菜は保存できるのと少しびっくりしてる方もいらっしゃると思いますけども、越冬させる方法もあります。新聞や麻袋でくるんで、もしくは外葉でくるんで麻紐などで結んで畑で冬越しさせる方法があります。たくさん育ててもこの方法で保管していただければ長く保存が効きます。ということで評価です。収量は種まきした部分だけしか取れないので栽培面積によって変わってきます。そういうことで中間の3としました。病害虫については先ほど紹介した通り少し厄介なので星2つとしました。保存性については昔は保存しやすかったんですけども、最近は暖かい冬が多くなってきて状況によっては保存性が悪くなってくるかもしれません。ということで評価を3としました。合計が8で第5位です。病害虫と保存性については低い評価にしましたけど、非常に美味しく取れますのでぜひ挑戦してみてください。第4位はかぼちゃです。かぼちゃは秋に種まきをして11月頃収穫する秋かぼちゃを入れてみました。かぼちゃは夏野菜でもうすでに収穫し終わりを迎えている頃だと思いますけども、この収穫が終わると同時に秋かぼちゃを栽培してみてください。かぼちゃが少ない季節に取れるので非常に重宝します。秋のかぼちゃは品種はそれほど多くはありませんが、かぼちゃの跡地にそのまま種まきして育てることができます。秋に種まきするかぼちゃも十分育ちます。収量は春に種まきするかぼちゃと同じで数はそこまで取れませんので収量は2としました。病害虫への強さですが、やはりうどんこ病が発生する可能性があります。これを克服するのがポイントです。それで評価は3としました。保存性は収穫後でも 1,2 ヶ月保存ができますので収穫後も長くご自宅で食べられます。また冷凍保存ができるのでその点も考慮しまして保存性は4としました。合計9で第4位です。
かぼちゃは食卓だけじゃなくてお菓子としての活用もできますので、お子様にも喜ばれるので、ぜひ秋かぼちゃにチャレンジしてみてください。続いて第3位です。人参です。人参も同じく王道野菜の一つです。人参は種まきをして発芽が非常に難しいと言われております。この発芽が思うようにいきますと、もう成功したものと思っても過言ではありません。この時期に種まきするのは夏巻きの人参です。非常に種類も多くて選びがいがあります。ただし夏巻き人参は8月前半には種まきを終了するように計画をしてみてください。8月中旬になりますと関東では少し遅くなると思います。地域によって巻き時期を逃さないようにチャレンジしてみましょう。では評価です。収量は発芽がうまくいきますとそれなりに収量はできます。また間引き菜としての間引いたものも収穫できますので、便利です。ですので評価は3としました。病害虫への強さは特に生育初期にアゲハチョウの幼虫がつきますので、これの駆除が非常に大事になってきますので注意してみてください。また病気については間引きを怠り通気性を悪くするとうどんこ病の発生があります。ですので評価は3としました。保存性は収穫ができるようになって畑にそのまま置いておきますと約3ヶ月ほどは保存が畑でできます。ただし暖かい暖冬であると筋が入ったり3ヶ月持たないかもしれません。収穫後は何もしなければ1週間、長くて10日間ほどの保存ができます。保存性は非常にある方ですので満点の5としました。合計が11です。ぜひやってみてください。それでは続いて第2位です。ホーム玉ねぎです。ホーム玉ねぎの特徴としましては玉ねぎ自体も食べれますけども葉も一緒に食べれますので非常に便利です。またホーム玉ねぎは7月8月に植えますが年内で最短で収穫ができる野菜として便利です。ただ一点難点としましてはホーム玉ねぎの植える時期が非常に限られてきます。植え付けが遅れますと玉自体が大きくなりませんのでとにかく8月前半に植え切るようにしましょう。8月中旬に植えてしまうとかなり大きさに違いが出ます。その点十分注意してみてください。では評価です。まず収量ですが玉一つ一つは小さいんですが非常に大きく育ちます。一つの面積にたくさん植えられますのでその分かなり満足感があります。収量は4としました。続いて病害虫への強さです。ほとんど害虫の被害には遭いません。注意したいのは錆病です。通気性などはよくして栽培しましょう。また窒素分を多く含みますと錆病にかかる率が高くなりますので控えめにやってみてください。ということで病害虫の強さは4としました。最後保存性です。収穫できるようになってからも畑で保存できます。約 1,2 ヶ月です。収穫後も吊るして乾燥しますと 1,2 ヶ月保存が効きます。保存性はかなり高いので4としました。合計が12で第2位です。ぜひやってみてください。それでは8月野菜ランキング第1位を紹介します。第1位は秋じゃがです。秋じゃがは春じゃがよりもやや収量と大きさが若干大きくなりませんけどもじゃがいもを育てる魅力は同じです。特に春じゃがが保存したものがなくなった頃に秋じゃがが収穫できますので非常に便利な野菜です。
秋じゃがにはレジマやアンデスレッドなどの品種があります。秋じゃがでしか育てられない品種がありますので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは評価です。まず収量ですが、1株から何個も取れます。しかし春じゃがに比べますと若干数は少ないです。そこを考慮しまして4としました。病害虫への強さですが、ほとんどないと言っても過言ではありません。気をつけていただきたいのがコガネムシやモザイク病です。植え付け前にコガネムシを撃退して植え付けましょう。モザイク病が発生した場所では植え付けないように注意してください。被害はそれほど大きくないと思いますので4としました。保存性は野菜の中では抜群です。うまくいけば春頃まで保存が効きますので、冬の間非常に重宝します。その点で評価は5としました。合計が13です。秋じゃが、春じゃがは保存が効く王道の野菜の一つです。保存性を気にする方はぜひやってみてください。今日は8月植え付け野菜のランキングを紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。またね、頑張ってください。